こんにちは、斉藤直樹です。今回のテーマは、初心者が一番上達する本ってどの本ってことで、これまで僕はこの5年間で11冊のイラストに関する書籍を出してきました。はい。並べるとこんな感じですね。はい。いろいろありますよね。僕としてはね、どこから読んでもいいように、ピンときたところから読んでいただければいいかなと思っていたんですが、よく質問されるようになりました。結局、私はどこから読めばいいんですか？初心者はどこから読むのが一番上達しますか？って。はい。確かにね、これだけたくさんあればどこから読むか迷うかって僕も思いましたので、今回はですね、イラスト初心者はどの本から先に読むのがいいのか、また初心者じゃなくて自分は中級者だっていう人に向けてもですね、こういう目的の人はこの本から読むのがおすすめっていうのをそれぞれ書籍ごとに語ってみたいと思います。自分はどれから読むのが効果的なんだろうって悩んでいた人はぜひ参考にしていただけると嬉しいです。それでは早速行ってみましょう。とにかく最初に試してほしい本。7日間で上達。斉藤直樹式お絵描きドリル。超初心者向け。まず最初に、すごくよく受ける質問。私、超初心者なんですけど、どの本から始めるのが一番上達を早く感じられますか？はい。こういう人に対して、とりあえず僕がおすすめしたいのは、この本です。7日間で上達、斉藤直樹式お絵描きドリル。はい。まずは一旦、この本から試してみてください。というのも、この本はですね、イラストってどうやったら上達するのっていう、そもそもの疑問に対して、もうとにかく描けみたいに、脳筋の答えではなくて、なぜあなたが上達を感じられないかっていうと、そもそもスタートから難しい書き方をしているからなんだよ。こうやって段階的に考えてみて、7段階のね、ステップを区切りながら上達に導いていく本なんです。例えばね、最初の1日目のチャレンジとしてやってほしいのは、ラフの書き方の見直しです。あまりね、絵が上手くなれない人って、おそらくラフの書き方に関しても、特に目的を持たずに書き始めちゃう人が多いと思います。でもね、闇雲に書き始めたとしても、目的がね、そもそもないわけですから、そういう人は途中でですね、なんかうまくいかないな。理由はわかんないけど、この絵はいいやってね、途中でポインって投げ出しがちです。で、次にまた新しい絵を描き始めて、その絵もまた同じ理由でポイしちゃう。これをね、いくら繰り返していても、そもそもね、最初から目的がないわけですから、書いても書いても反省点や発見が見つからず、一向にね、上達に繋がらないわけです。そこで僕が1日目に提唱するのが、ラフの工程の細分化です。そもそもね、ラフを書き始める前に、自分が書きたいものを文字で書き出してみましょうっていうところから始めるわけです。人間はですね、言葉の生き物ですから、大概の人にとって頭の中にいきなり絵が浮かばなくて当然なんです。だって慣れてないんですから。だからいきなり絵を描き始めるんではなくて、想像を始める下準備を整えましょうっていうところからこの本は始まります。そこから徐々に絵作りに入っていく。初心者はですね、その段階をすっ飛ばして、いきなり高いところに飛び移ろうとしてね、登れないってずっとジャンプして、で、途中でずっこけちゃって、そこでね、諦めてしまう人が多いんです。私は上達できない。才能ないんだって。でもね、考えてみればそれって当然のことですよね。初心者は低い階段から徐々に登っていかなければ、上達にはたどり着けないんです。この本は、そういう初心者の人にこそ効果的な内容です。実際ですね、この本、出版社から検本で送っていただいた際に、テーブルの上にね、置いておいたんですが、それをね、勝手に小学校低学年の僕の娘が見始めて、でね、おもむろに絵を描き始めたことがあったんですよ。で、この本を見る前、チャレンジ前はね、こんな感じの絵だったんですが、7日間後の成果がこれです。いや、僕ですね、全然解説とか手助けとかしてないですよ。むしろ何も言ってないです。ただこの本を見てなんか書いているのを、遠巻きに見ていただけ、なんか書いてんなって。もうほっといただけなんですが、この上達ぶり、やばくないですか？はい。すごく上達した感じがお分かりいただけると思います。子供でもね、思い込みなく、ただ本の内容をやるだけで、ここまで上達できるんです。まずはね、何の気負いも持たずに試してみてほしいと思います。かなりね、効果はあると思います。次に試してほしい本。技の書。キャラクターイラスト徹底解説。基礎を固めたい人向け。はい。ドリルの次に試してほしい本がこちらの本です。技の書、キャラクターイラスト、徹底解説。さっき紹介したのはね、超初心者向けっていうことだったので、いやいや自分はもうちょっと描けるよ。超初心者ではない。だけど、イラストを描いてみると、どうしてもうまく描けない部分が出てくるんだよ。例えば、髪の毛がうまく描けなかったり、この服のシワがうまく描けなかったり、あとは手がうまく描けなかったり、そもそもポージングがうまく描けなかったり、あとは画面の入り方、構図がうまく描けなかったり、線画がうまく描けなかったり、
かったり、そういう問題点がいっぱいあることに気づいて、うわーって悩んでるんだよっていう人結構多いと思います。はい。この本はそんな人におすすめです。例えばね、線画がうまく描けないっていう人は多いと思うんですが、なぜその線がうまく見えないかについて、はっきりと意識できている人は少ないかもしれません。この本ではですね、なぜ見栄えがしないのか、どうやったらその問題が解決できるのか、線画をパーツごとに分けて、例えば輪郭線は絵をまとめる役割があるから、少し太くするとまとまりが良くなるよ。まとまりが悪いと思ったら、輪郭線を太くしよう。とか、なんか絵がスカスカだって感じる時には、その線画には情報が足りないよ。情報を足したい時には、凹凸線をしっかり描こう。とか、みんなが悩みがちな問題に対してピンポイントで、こういう解決法があるよっていう方法を紹介しています。他にもね、目の描き方とか髪の描き方とか、かなり多くのお悩みポイントに対して、しっかりと解説を加えています。初心者からのステップアップにおすすめな本ですね。絵の見栄えを良くする本。チート技。絵が上手くなる本。あなたはもっと上手くなる。斉藤直樹式イラスト仕上げプロ技辞典。とにかく褒められたい人向け。さて、ここまで紹介してきたのは、いわゆる順当に絵の力をつけていきたい人向けの本です。もうね、基礎から積み上げていきたいっていう人向け。でもね、正直こう思っている人もいると思うんです。いやもうね、基礎なんていいんだと。俺はとにかく絵の見栄えを手っ取り早く良くして、とにかくもう褒められたいんです。俺を褒めろ、褒めそやせっていう人。はい。気持ちわかります。そういうこともありますよね。人間ですから。大丈夫です。そんな人は、この2冊のどちらかを手に取ってみてください。チート技、絵が上手くなる本。そして、あなたはもっと上手くなる、斉藤直樹式イラスト仕上げプロ技辞典です。この本はですね、簡単に、そしてお手軽に、イラストの見栄えをアップしたい時に取り入れやすいテクニックを紹介した技の見本市のような本です。例えばね、チート技の方から紹介すると、たった3分、ラフをかっこいい絵に仕上げるテクニックっていうことで、簡単なラフをですね、加工だけで見栄え良くしてしまう方法の紹介だったり、はい、こちらのプロ技辞典では、演出に困った時に、こんなエフェクトやライティングをすると、迫力がある絵になるよ、という演出のカタログも紹介しています。どちらもね、絵の見栄えアップに対して威力を発揮する本だと思いますので、もうとにかく褒めてほしい。褒めをエネルギーに変えるんやっていう人はですね、こちらの2冊お試しください。絵がもっと成長する本。斉藤直樹のもったいないイラスト添削講座。斉藤直樹の超もったいないイラスト添削講座。自分の絵柄を確立したい人向け。絵をたくさん描いてきた人が特に悩むのがこの問題。自分らしい絵柄が確立できない。この問題に対して役に立つのがこの2冊。斉藤直樹のもったいないイラスト添削講座。そして斉藤直樹の超もったいないイラスト添削講座。です。この本はですね、多くの方から募集したイラストを添削させていただき、ビフォーアフターで添削したポイントを解説しながら見比べることで、今のね、自分の絵柄の延長線上に、どんな絵に成長する余地があるのか、疑似体験できるような作りになっております。はい。数ページ紹介させていただくと、こんな感じ。左がビフォーで、右がアフターですね。基本的には絵柄は変えずに、このままの絵柄で、どんな風にすると、もっと絵が良くなっていくのか、について解説を加えています。はい。バズりたいっていう人に対してはね、こうするとバズりやすくなるよ。といった解決法も提案していますね。本当にたくさんの絵を添削させていただいているので、中には自分に近い絵柄もあるはずです。絵はですね、いろんなテクニックの合わせ技でできています。これまでね、紹介してきた本が、それぞれの技、それぞれのテクニックの磨き方だとすれば、この2冊の本は、磨いた技をどのように複合させるのか、それを示すための応用編ですね。なのでね、ちょっとレベルは高いかもしれませんが、それだけ自分の絵柄には活かしやすい形になっていると思います。ぜひ自分の絵柄について悩んでいる人はこちらの本お手に取っていただけると嬉しいです。疲れちゃった時に読んでほしい本。うまく描くの禁止。不安を取り除いて力を発揮したい人向け。はい。イラストに打ち込んでいるとどうしてもですね、途中で不安になってしまうことってあると思うんです。スランプなんです。どうやったら治るんですか？絵をけなされちゃいました。悲しいです。絵を仕事にしたいんだけどどうすればいいんですか？いろんなね、不安が渦巻いていると、それが気になっちゃって前に進む力がそがれてしまうことってありますよね。そんな時におすすめなのがこちらの本。うまく描くの禁止です。
こちらの本はですね、僕が一番最初に出版させていただいた本で、おかげさまで絵の本にしてはかなり売れていましてですね、確か現在7万部ぐらい出ていたんじゃないかと思います。まあそのぐらいね、現代の絵描きさんは悩みが深いっていうことだと思いますが、そんな方々から大変好評をいただいている本ですね。この本の特徴は、もう率直に悩みに対して直に答えるような形式になっているっていうことです。例えば、やる気が出ませんというお悩みに対しては、そもそも自分がどうやったらやる気が出せるのか分かってますか？それってもしかして自分の日々の頑張りに対してちゃんとご褒美をあげられてないからやる気が出てこないんじゃないですか？っていうことでね、スケジュール帳を活用したやる気のアップ術を提案したり、あとはイラストを描いても全く評価されないっていうお悩みに対しては、3つの P。P っていうのはプレゼントのことなんですが、イラストをね、プレゼントだと捉えた時に、どんなプレゼントを送れば相手が喜んでくれるのか、そういう観点から評価されやすいイラストについて語っています。あ、そうそう。あと、これも大事ですね。初心者は何から練習すればいいのかというお悩みに対しては、そもそも練習なんてするな。もう好きな絵を描いてとにかく楽しめとかってね。いや、これ冗談じゃないですよ。全然ね、練習よりも上手くなるんですよ。楽しんだ方が。はい。このように、お悩みに対して解決法を提案していくのが、こちらの本。うまく描くの禁止。今頑張っているんだけど、色々と悩んでいるっていう人は、こちらの本、ぜひご覧になってみてください。きっと力になれると思います。最速で上手くなりたい人に読んでほしい本。イラスト最速上達法。イラスト最速上達法。もうとにかく絵を早く上達させたい。めっちゃ素早く上手くなって、周囲からあっと驚かれたい。目立ちたい。絵で稼ぎたい。俺の絵の力にひれ伏せ。でね、そのぐらい絵の力を欲している人はこちらの本。イラスト最速上達法。そしてイラスト最速上達法がおすすめです。ただね、これはおすすめと言いましたが、あまり多くの人にはおすすめできません。なぜなら、この本は劇薬だからです。この本で僕が提唱しているのは、絵で PDCA サイクルをもうぐるぐるとにかく回すやり方。とりあえず描いたらその絵の問題を発見。その問題の解決法を探して、そして自分の絵をブラッシュアップ。また描いて問題発見。解決法を探して、またさらにブラッシュアップ。それを何度も繰り返すようなやり方なんです。その方法に対して効果的なソリューションをギュッとまとめた、そんな本になっています。結構マニアックな知識や細かい指摘が多いんですが、イラストの魅力を一気に高めるための魅力が詰まった本だと言えると思います。僕はね、実際3ヶ月、この方法をやって、モンスターを描く絵師からキャラクターイラストを描く絵師に3ヶ月で転身を遂げたんですが、その時の練習帳の一部もこんな感じで掲載しています。イラスト最速上達法とイラスト最速上達法2冊ありますが、順番としてはね、最初にイラスト最速上達法、黒の書をね、最初に試して、で、そこで浮かんだ疑問を最速上達法赤の書で解決する。そういう順番で試していただくのがいいのかなと思います。絵で勝ちたい、そう思っている人はね、この2冊覚悟してお試しください。イラストレーターってどうやってなるの？と気になったら、書くことはプレゼント。ちょっとこれは絵の参考には直接的にはならないと思うんですが、例えばですね、僕が小さい頃、周りにいる大人が会社員か農家しかいなかったので、絵を描いて生きていくってどうやんの？そもそもそんなこと可能なの？もしそんな人がいるとしたら、どんな人生を歩んできたの？ってね、全然想像がついていなかったんです。もしかしたら皆さんの中にもそういう人多いかもしれません。そんな方に向けて、僕はこんな風にイラストレーターになって、こんな風にやってきたよっていう、いわばイラストレーターへのなり方の一例が載っている本。それがこちらの本。書くことはプレゼントです。僕の家は米農家ですので、特にね、クリエイターとは無縁の家だったんですが、そんな僕がどんな風にして山形から東京にやってきて、そしてクリエイターになっていったのか、子供時代、そして中学高校時代、大学時代、会社員時代、そしてフリーランス時代など、エピソードを交えて語らせていただきました。成功談だけじゃなく、数々の失敗談も、恥ずかしながら語らせていただきました。興味があれば、こちらの本、チェックしてみてください。どんなポーズを書いていいか迷うと思ったら、斉藤直樹のハッシュタグ、今日の参考ポーズ、イラスト上達のための最強ポーズ集、絵の取っかかりが欲しい人向け。ハッシュタグ、今日の参考ポーズはですね、X でやった僕のハッシュタグ企画が結構皆さんに喜んでいただけまして、こんなポーズで絵を描いてみてっていう振りに対して、皆さんがね、たくさんの絵を投稿してくれたので、じゃあそのポーズを書籍化しちまおうっていうね、ちょっと悪ノリみたいな本です。まあ、確かにね、ただのおじさんが永遠と本の中でポーズを取り続けているっていう、そういう地獄絵図に対して、ただ気持ち悪いだけじゃんっていう苦情があるのはわかります。
ただね、その一点を除けば、この写真のポーズ、そしてこの構図、マジで使えるからね。だって僕自身、自分が絵を描くために、本当にこういう写真を自撮りして、その写真を元に、実際に僕、絵を描いてますから。この写真のポーズ、構図、そのまま、自分が描きたいキャラに置き換えるだけで、あら不思議。めっちゃ見栄えのする絵に自然となっちゃうんです。そのように作りました。はい。ちなみにイラストレーターのイクシーさんも2人用のポーズモデルとして出演してくださっています。はい。イクシーさんありがとうございます。ポーズや構図に悩むっていう人はね、試してみてください。まあでも、最初に買う本ではないと思います。はい。間違いなく。以上、僕が出版させていただいた11冊の本、初心者はどこから買えばいいのという疑問にお答えしてみました。いかがだったでしょうか？現在ね、この他にも12月に発売の画集とか、あとは1月に発売の絵が上手くなる100冊っていう本の紹介本があるんですが、この動画を撮っている時点では手元にないので、こちらの紹介は今日はしませんでした。今日紹介した本は概要欄に URL を載せておきましたので、そちらからぜひチェックしてみてくださいね。海外版も特にアジア向けには翻訳されているものが多いです。で、英語版は今のところね、イラスト最速上達法、黒い本と赤い本が僕のブースから購入可能ですね。で、もしね、日本以外の方で、本はすぐに手に入んないんだけど、でもなんとか僕のイラスト講座の中からまとまったテクニックを手に入れたいという人は、こちらもね、概要欄にあります。Vimeo の動画講座、1ヶ月で絵が上手くなる動画をチェックしてみてください。24言語に翻訳されている15個の動画が詰まっているセットになっていますので、非常にお得な講座になっております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。